なるべく自然に近い形の妊娠をまず狙ってみると。新鮮肺移植のメリットはもうその一周期で結果が出ると。胚盤胞を移植すると。まずは採卵日にですね、その時の卵子の状態と、精子の状態を、見て、一番いい方法で受精卵を作ると。で、移植はですね、新鮮初期胚の場合は、採卵の2日後に移植になります。で、じゃあなんで、新鮮胚で胚移植をするのか、それも初期胚でやるのかということなんですけど、これは先ほどお話しした当院のですね、一つの考え方に基づくんですけれども、なるべく自然に近い形の妊娠をまず狙ってみると。でそれには、少なくとも受精卵を作るところまではね、お手伝いをするんだけれども、その受精卵をお腹の中で育てていただくっていうのが、大事だと。それが一番自然に近い妊娠になると。なので、1回そのやり方で、妊娠されるかどうかね、見るというのが大事だと思います。そうですね。新鮮肺移植のメリットはもう、何回か言ってますが、とにかくその一周期で結果が出ると。で、費用も、期間も、かなり、削ることができる方法です。で、なおかつ、自然の妊娠の、大体、に近い形での妊娠になるのと、あとは、おおむね 30% から、年齢にもよりますけれども、40% ぐらいの間で、新鮮初期胚の妊娠率が期待できるので、これは十分チャレンジしてみる価値はあるんじゃないかなというふうに思います。判定日は移植日の大体、12日後ぐらいという感じなんですが、これもご都合によってね、多少ずらすことはできます。で、薬の処方ですね。移植の後は、当院ではルファストンという、黄体ホルモンのお薬を、使って、補充をしていくと。体外受精の後っていうのは一時的に黄体機能不全になるので、それをカバーするために、移植の当日から、判定日までルファストンというお薬を服用して、黄体機能を助けてあげると。それによって妊娠の継続を、しやすくすると。そういうふうに、対処しております。自然周期で戻すことが基本的には、第一選択と思います。これはさっきから言っているようになるべく自然に近い形の妊娠が望ましいと。で通常自然周期というのがですね、その周期の卵胞が、発育してきて、ある程度排卵できる大きさまで育ったら、そこからだいたい1週間後を目安に凍結してある胚盤胞を移植すると、そういう流れになります。ただ、例えば、排卵障害があって、なかなか自力で排卵しない方とか、あとは、自然周期で排卵の時に子宮の内膜が、薄くてですね、排卵してしまうと、要するに移植日が決まってしまうので、この内膜の薄さではちょっと不十分だという場合は、自然周期ではなくてホルモン補充周期、この方法でやると、ある程度その子宮の内膜をですね、厚くするまで少し時間を稼ぐことができるので、それで違いが出ればその方が有利だというふうな形でホルモン補充周期をお勧めするという場合があります。そうですね。移植であれ、採卵であれ、最初のスタートはですね、その周期に治療していいかどうかを判断するためには採血します。ただ、採卵と違って移植の場合はですね、それほど採血の回数が多いとか、同じようになるわけではないんですが、基本的には当院に受診したときは、採血をして、そのホルモン値を見てっていう形になります。で、おおむね自然周期の場合は生理の3日目。で、その後は排卵が近い
くなってる頃を見ますね。大体生理の12日目ぐらいとか。で、それでもし OK だったら、1週間後の、移植の当日と。最小で3回ぐらい。で、ホルモン補充の時は、つどつどちょっと、値を見て、そのホルモン剤を増やしていったりするので、それよりは、回数は多くなるんですけれども、ちょっと時と場合によってですね、採血の回数も変わってくるということですね。だいたい移植して、1週間後になります。新生肺移植に比べるとね、かなり早いタイミングでも結果がもう出ますので、1週間で、数値が確認できると思います。そうですね。自然周期の場合は先ほどお話ししたデファストンが、主なんですが、例えばホルモン補充の時はちょっとお薬が変わります。デファストンはもちろん内服するんですが、それ以外に黄体ホルモンの座薬というのを使うことが多いです。